縦回転過去3回やってきたと思いますけど、次はナックル。はい、ナックル。前回のやつで岡田さんサーブの時に4分割するって言ってたんですよ。一番最初の本当の一番最初の動画で岡田選手がよく使うサーブを横下と真上って言ってたじゃないですか。ナックル下速いの上って出す時にフォーム全く一緒で当てる場所だけ変えるって言ってたんですね。回転でこう使い分けて、だから正直なところフォームは一緒です。下も上も当てる場所だけ変える。切る速いの切る速い下ナックル上回転と4分割で、この当てる場所変えるだけで全てのサーブを出すと。中の1個であったナックルサーブっていうのをちょっと今回はやってみたいと思います。基本的な動作一緒ってことですよね。一緒です。もう振り方は全部一緒です。だから下から上行って、はい、振り下ろすと。振り下ろすで、下半身使ってボールを飛ばしてあげる。飛ばしてあげる。ナックルサーブ出すときに振る人、今まで僕の出し方じゃなくて振る人は多分逆に難しいと思ってたんです。あやっぱ振っちゃうと切れちゃう、でも今のこの第4回までの切り方は手首使わないで切るという話をしてますんで、手首使わなければナックルになると思うんです。なるほどなるほど。そうそれをやってもらうだけ。これまたね、でもこれで慣れてしまえばナックル出すのは簡単かもしれないね。ですよね。だって切れないですもん。そう、切れないから。フォーム的にはこれ切れる。そのまま前に振れば切れると。切れますね。切れます。で、あとはこの4分割。4分割して。4分割ですね。してもらって、ラケット4分割してもらって、この右上。左利きの人は左上なんです。左上か。左上なんです。自分側の上。そうですね。こうやって構えて。ここですね。そうですね。ここの自分側のこの上。で、当てる。で、当てると。こう当たっていくってことですかね。そうですね。こう振ってきて、ここに当たると。どうやって切るんですか？逆に。思いません？で、切れない。切れないんです。切れない。なので、同じフォームで下とナックルが出せると。当てるとこからだけど。ただこれ、本当に飛んでいかないです。本当はない。本当飛んでいかないです。絶対飛んでいかないです。なんでこうしかない。体重移動。ここで、そうなんです。右に下回転。まずじゃあ下回転。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 下回転です。下回転。下回転。低いね。これ下回転。下回転。それは下回転だ。今この4分割の根元側。なるほど。で、次、こっちですね。ナックルサーブ。同じとこやって、ナックルサーブ。これ切りたくても切れないです。ここに当たったら。僕が切りたくても切れないです。だからもうナックルしか出ないってこと？出ないです、ここは。なので、同じフォームでナックルをやります。切れません。でも当てる場所でこんな変わるっていうのは、そうですね。やってる人はやってるけどね。でもこの切り方だと本当にここ当たったらもうノーチャンスです。マジ切れないです。切れないです。本当切れないです。すごい頑張っても。ちょっと右でやってみて。右で。これ下回転。下回転ですね。これ根元だと思いますね。これ下回転ですね。ここですよね。そこです。これ絶対切れない。どうやって？これナックルです。ナックルになる。戻る。今の結構下に見えません？多分。痛い。これ下回転です。これ下回転ですね。下ですね。これ下ですね。これナックルです。ナックルですね。これナックルです。そう、ナックル。イメージですよ、本当に。確実にこう当たってるかどうかも知らないですけど、ここで当てようとすれば切れる気はしないです。正直。そうですね。この4
っぱ4分割するとか結構大事かもしれないですね。そうですね。はすごい難しいかもしれないですけど、やった方がいいかも。い。で、ここでちょっとまあ一番大事なはことがあって、結局4分割してるんで、当然当たるとこ変わってくると思うんですよ。はい。まあ当然根元で前にあればちょっと前に当たるし、で逆に4分割してれば同じラケットの位置もまあ若干ずれる、やっぱり投げてからずれるとってなると、一番大事なのはこっちなんですよ。左手トス、トスする位置、こっちの方が大事なんです。なるほどね。フォームを変えちゃいけないので、結局変えるとなるとトスです。あ、そうです。ってことだよね。そうです。トスの結局自分の投げてこの切れる一番4分割の根元の場所に落とすか、投げて一番この切れないナックルのところに落とすか、これはやっぱ左手が一番大事。これだいぶ大事です。大事ですね。縦回転。なるほど。奥が深いです。こっちだけじゃどうにもならないです。ちなみにトス上げる時のコツあります？トス上げる時のコツ、トス上げる時のコツはこれも一緒なんですけど、手で上げようとすると微調整効かないですよ、やっぱり手で上げようとする。なのでできれば手はあんまりこう動かさずに、手のこの角度は固めて、まあ、体で上げてあげる。ここで上げてあげる。そうです。なのでそのために最初に低く構える、ちょっと低く構える。でこれで上げてあげる。あんまりこう手でやっぱいっちゃうと、こういくとね、そうなんですよ。手でいっちゃうと結局こういう微調整ができないからね。できなくなっちゃうんで、基本的にはそうですね、やっぱこの屈伸運動、で上げて左手ですよ。大事なのは下とナックル使い分けたければ左手をマスターする。左手トスをマスターしてもらいこれナックル出すときは、たい。まあここにやれば勝手にナックルほとんど出るじゃないですか。はい、どうぞ。他の時にナックル出すときって何のレシーブっていうかどういうときに使います？ナックルを出すとき、そうナックルを出すときはもう相手がチキータをやっぱりしてくる選手にはあんまり出さないです。ナックルはどうしても回転ガーンってかけられちゃうと強いので、なので基本的に相手がフォアでレシーブしてくる場合にナックルを多く使うんで、ってなると出す位置もフォア前ですね。そうですね。ナックル、下ナックル出す。バック前に出すんだったらもう下回転、基本的には。ただ相手が回り込んでレシーブしてくる場合、そういう選手だったらこっちにもナックル出します、バックにもナックル出します。なので基本的にナックル出すのがフォア前です。ガンってストップしてくるのか、ストップされるのか、フリックされるのかっていうのを待っていくと。そのフリックつきストップもやっぱり相手によるので、そうですね。フリックが上手い選手、ストップが上手い選手、それをやっぱりちゃんとこう試合の中で見極めて、なんとなくというか本当に自分が点数何で取られてるのかっていう、ストップ相手上手くて取られてるんだったらナックル出せばいいし、フリック上手い選手だったら下回転出してあげた方がフリックは飛んできづらいというような感じで出してもらえばいいのかなと思います。要は使い方はもう相手次第、自分のスキル次第ってことです。これはちょっと後々多分いろいろと話しますけどまずナックルは前回やった下回転のフォームのまま当てる場所を変えて振ってあげると。そうですね。左手大事、すごく重要。このトスが大事ですね。これ実際にペンでも一緒ですかね。ペンでも一緒ですね。ペンの方がこうやっていきやすいような気がするんですけど、僕どうなんだろう。そうですね。ペンの場合は特に親指こうやって外してもらったりすればガツンといけるんで、いけると思うんで。ペンもだからこういう切り方じゃなくて、もうこの状態からこうやって切る。そうですね。こっちからやり方をちょっとやってみてもらうといいと思います。はい。ということで下回転とナックルやってみました。次回は切りますか。順横と待ち方とか出し方、順横いっぱいありますから皆さん楽しみにしてください。いっぱいありますね。はい。では今回もご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。